ありがとうございました。俺の名前は高橋。俺は今、コンビニでアルバイトをしている。コンビニというのは思ったよりも忙しい。接客、レジ打ち、品出し陳列発注、清掃、ホットスナックの調理、宅配便の発送受付など、覚えることもやることもとても多い。どうして俺がアルバイトをって、それには深いわけがあるが、あえてくとるほどのことでもない。だけどもな学生さん。いいかいよく聞きなよ学生さん。男っていうのはな。男っていうのは、秘密の一つや二つ。持っておく。ものを。基本的にはお客さんは優しい人ばかりだが、時には気難しい人もいる。だからハードボイルドセブンだって言ってるじゃろ。責任者だし。番号でと伝えているのに堅くなに番号で言わない。名前で言われてもタバコはよくわからない。しょうがないと言い聞かせつつも、そういう人に当たると心がすり減るのを感じる。18番っすね。こちらでよろしいでしょうか。最初からそれでいいんじゃよ。全く近頃の若者は若者の近頃は全く。あざした。俺なんて全然大丈夫っすよ。ハードボイルドセブンってずいぶん昔にモビウスに変わったらしいんすけど、あのおじいちゃんは昔の名前が好きみたいなんすよね。それにあの人、目があんま良くないんすよ。お釣り受け取った時、目を細めて顔に近づけて見てたっすよね。あーしもここに来てから知ったんすけど、お店としてはただルールを伝えてるだけでも、人によっては責められてるって感じることもあるみたいなんすよね。まあ高橋さんは何にも悪くないんで、頑張っていきましょう。出世、お預かりしゃーす。この人は春日部さん。高校生のアルバイトだがこのコンビニは長いらしく、俺なんかよりよほどしっかりしている大先輩でとてもいい匂いがする。お疲れ様です。お疲れっす。あ、高橋さん、ちょっとこの後時間ありますか？それで笹仙が超面白くって、笹仙っていうのは原告の佐々木先生のことで。俺はマカドナルドが好きだ。ここのメガビップポテトが無性に食べたくなる時がある。特にこのカリカリのやつ。これを前歯で少しずつカリカリするのが好きだ。もちろんふにゃふにゃもそれはそれで美味しいが。タカッチカリカリ話すか。アーシと一緒。イエイ。イエイ。ところでタカッチ、こんな階段、聞いたことないっすか？郷市内、駅から少し離れた場所にある、少し古びたコンビニ。深夜3時ちょうどになると、自動ドアのベルが鳴るんすよ。だけど、見渡しても店内には誰もいない。防犯カメラのモニターにだけ、ATM の前に人影が立っているのが映る。5分、10分、15分経っても、ずーっとそこに立っている。気になってレジ前に出てきて ATM の方に直接目をやると、やはりそこには誰もいない。だけどもう一度モニターを見ると、まだ映っている。映像の中のそれは、こちらを向いているようにも、ただ ATM の画面を見ているようにも見える。そしてそれはいつの間にか消えている。これに気づいた新人が後日先輩に報告すると、大抵同じ返答が返ってくるらしいっすよ。それ見ちゃった。大丈夫。直接見なきゃ平気だから。直接見たらどうなるんですか？と聞くと、俺は何も知らないし、知らない方がいいと思う。そういった先輩の手は、少し震えているように見えたらしいっす。その翌日から、パタッと先輩の姿が見えなくなったんすよ。オーナーも家族も行方がわからなくて、困り果てていたその数日後、先輩は見つかったそうです。厳密には、先輩だったものの一部が、後日調べたところによると、先輩がレジからお金を抜いていたことが分かったそうです。先輩の大部分は、今も、見つかっていないそうです。どうしてそんな話をしたかっすか？ただの世間話っすよ。じゃあそろそろ帰りましょっか。タカッチ、明日夜勤っすよね。気をつけてくださいね。君夜勤初めてだっけ？めんどくせえな。じゃあ俺休憩に行くから、掃除しとけよ。なんか文句あんの？社会には理不尽なことがたくさんある。一つ一つ真摯に受け止めていたら身が持たない。
流さなくちゃいけないといつも自分に言い聞かせるが、今まで一度もすっきりと流れたことはない。何？俺今忙しいんだけど、掃除終わったなら廃棄処理、さっさとしろよ新人。こんな夜中に来るんじゃねえよ。はい。まったくテラペラしやがってよ。深夜のコンビニも、やることはたくさんある。期限切れの商品を廃棄に出したり、ホットスナックが入っているケースやフライヤーの清掃、2時頃になったら商品の搬入もあるが、そのあたりはお客さんはほとんど来ないので休憩が取れるらしい。こんな真夜中でもお客さんは来る。佐藤さんのように来るなとは思わないが、何をしている人なのかは、それなりに気になる。こういう線引きを、時々無性に超えたくなる時がある。でも、後で後悔するのが目に見えている。俺はできるだけ後悔せずに行きたいと思っている男、高橋じゃあ山。俺一旦家帰るわ。何かあったら全部マニュアルに書いてあるから。何そのね、なんか文句あんの？まあいいや。チクったらどうなるか分かってんだろうな。じゃああとはよろしく。社会には理不尽なことが、たくさんある。俺はできるだけ穏便に生きていきたいと思っている。だけど、限度というものがある。オーナーに一言連絡だけ入れておくことにする。鉄は熱いうちに打てという。こういうのは時間を置かない方がいい。すっきりした。なんとか搬入と品出しまで終わった。やっと休憩が取れる。オーナーの方針で夜勤は廃棄を食べていいことになっている。コンビニのお弁当は高いから普段はなかなか手が出ないが、役得というやつだろう。サラダ、唐揚げ弁当、お茶、FX 必勝本。これだけでほぼ2時間分の時給だ。しかし自己投資はとても大切なことだ。ネットで人気のすごい人が言ってたから間違いない。名前は忘れた。休憩中でも出なくてはいけない。ワンオペの辛いところだ。トイレに行ったのかもしれない。特にやることもないので15分ほど見ているが、出てくる様子はない。誤作動ということもあり得るし、大変な下痢弁ということもあり得る。下痢は辛い。俺はこれまで何度もひどい下痢をしたことがあるが、加熱用の牡蠣を生で食べた時にした下痢が一番。今、確かに人影があったような。気のせいだったのかもしれない。あいつ、俺が寝てる間にチクりやがって、ただじゃおかねえ。なんだ、あの黒い。オーナーから返事が来ていた。あの様子だと多分すぐに連絡したのだろう。オーナーも鉄は熱いうちに打て派だったのは誤算だった。さて、逃げる準備をしなくては。俺は仕事より我が身の安全を優先する男。高橋山。どうかしたんです。FX で有り金全部溶かしたのかな。FX ってやっぱり怖いんだな。しかししっかりと学んだ俺ならもう二度とそんなヘマはしない。説明書はしっかりと読み込む男。高橋山。これは。あの人もともと日勤だったんすけど、女の子へのセクハラがひどかったんで、首の代わりにオーナーの温情で夜勤に移ったらしいっすよ。あんしもセクハラみたいなことを言われたことありますもん。まあそん時は言い返してやったっすけどね。佐藤さんは、あの夜勤以来連絡が取れないらしい。どうやら無断で帰宅していただけではなく、佐藤さんがシフトの日はレジの採算が合わないことがたびたびあったらしい。だから色々なことがバレる前に飛んだのだろうと、オーナーもみんなもそう思っている。だけど、俺は見てしまった。監視カメラに映る、あの黒い。タカッチは大丈夫っすよ。直接見なきゃ、平気ですから。なんちゃって、びっくりしました。まああの人もきっとどこかで元気にやってるっすよ。らっしゃっせ、お預かりしゃーす。お弁当とコーラ頼めますか？お願いします。お弁当とちょっと出ちゃった。結局、俺はあのコンビニを去ることになった。少し調べれば何でも知ることができる世の中だ。もしかしたらあれの話もどこかにあって、真相までわかるのかもしれない。次のバイト、探さなきゃな。
だけど、世の中には知ってはいけないことがたくさんある。これは多分その類のものなのだと。俺はそう思う。実は俺が、日常的に春日部さんのロッカーに顔を突っ込んで深呼吸していたのがオーナーにバレてそれをやめるか選べと言われて今ここにいるって。ことも含めてね。オーナーが話してくれた仲いいの話ってここのことなんすか？明日今日限りでここやめます。いいかよく聞きなよ学生さん。FX っていうのはな。FX っていうのは、ギャンブルなんかじゃないんだ。あれはな学生さん。あれはな、ギャンブルじゃなく、夢なんだ。